今年は例年になく今の時期この雪があるのが珍しいくらいで、普段だったら今のこの11月の中旬だったらこんなに雪ないんで、それで川の水温が低下してるだろうということを想定しながら、今そうなると魚はそこの方だけベタ底にいるということなんで、そこ狙いでそのでかいの今まで以上の記録ものを狙いたいと思います。こっち誰も歩いてないんで雪中行軍ちょっとして6月は6月でねすごいんですよ。ここ北で標高はないんだけども、ほら高山植物みたいのいっぱい、緯度が高いから、北緯45度だから、うちのところは北緯40度ね、すごい白山地鶏とかさ、あと黒いユリとかさ、ちょっと水温を測ってみますよ。はい。今日の起きた時間と今の水温と天気と、必ずというか忘れなければメモする。忘れてる時もある。ロットは本並ロットの972の HD、あとリールがダイワのセルテート19セルテートの4000番で、ラインはバリバスのカッチ色で、ルアーがマキリの 40g のシンキングで、カラーはヤマメカラーになってます。で今の時期はもう水温低いんで、今日は5度なんで、多分上層中層よりは低層ベタ底の方についてると思うんで、あとこれとスプーンの 40g ぐらいのやつをローテーションしてやっていきます。今だったら22ポンド使ってるんだけども、ないしは25ポンド使ってるんだけども、6月は20ポンドまで落としますからね。川によっては16ポンド、今の方が6月よりパワーがあるんで、
PE も細い糸でポンド高いの使えばいいんだけども、今の時期は PE は凍っちゃうんでダメなんですよ。であとこんな寒い時に PE とリーダー組んでられませんからね、手がかじかんで。だからもうルアーはもうスナップかまたはスイベルでもう直結の方が手返しがいいんで。そろそろいれば釣れてもいいんだけどな。とは言ってもなかなか糸は釣れない魚だから。アメマスのでっかいのも来てもいいんだけどね。うん。あと6月来るとサクラマスが釣れてカワガレが釣れて、厳しいな。ちょっと上行きますか。無反応ですね。ちょっと下行ってみます。そうそう、そこにゴミが溜まったり木が沈んでたり、それについていくから。あとは中流域行って、そのカーブとかテトラとか障害物あるとこには必ずついてんだけども、その分リスクも高い。ルアーの墓場になるから。でアプローチ、今だったらアプローチ厳しいと思うな、この域だったら。よし、ダメだね。
お開き。もうオフにしましょう。すぐ暗くなる。無反応だな。そうですね。と言ってていきなり来るんだよな。うん。水温の変化はまあまあ影響ある。うん。急激だったでしょこの低気圧。釣れなくても追っかけもないもんな。追っても来ないもんな。あ、やっぱ追ってくる時もあるんですか。追ってくるよ足元まで。で足元で U ターンして土煙を上げていくから。このベイトフィッシュはうぐい。あとここあれ海から地下が上がってくるんだ。まあワカサギみたいなもんなんだからね。うん。あとは川がれ。伊藤はここにいても食わないからね。うん、何かの拍子じゃないと。うん。そこにいるから釣れるという保証はないし、いても知らんぷりしてるし。なんかの日にスイッチが入る。うん。あとは本当に餌求めて徘徊してる時はもう一発でボンといればもう来ますね。第一今の時期この辺では雨降んないよな。この辺ですか。うん。本当ですか。いや雪だよもあ、まあそうですよね。う。うん。それっていうと気温が高いんですか。気温が高いね。寒気来てない。これが抜けてから寒気来るったでしょ。うん。積もりはしないんだけども吹雪にはなるよ。いつもだったら。雨より雪の方がいいからね。まあそうですよ。うん。で今の時期11月とか冬だったらこの水面叩くのよくないんだよポツポツが。ああ、そうなんですか。うん。夏だったら5月6月だったらいいんだけども水温高いとこに雨降って水温低くなるのはいいんだけどその逆はダメ。うん。今の時期はあまりよろしくないんだよな。このぐらいだったらまだいいんだけども本降りの叩きはもうダメだね。うん。それだったらもう雪の方がずっといい。うん。伊藤はどっかにごっそり固まってると思うよ。うん。20匹ぐらいどんともう。うん、まとまる。ただまとまったったってそのまとまった個体を見合う餌がその辺にあればいいんだけども10匹いて10匹の胃袋を満たすとなればそれなりの量がないとダメだからね。
そうすればここに徘徊して餌追い求めてると思うから、今の時期は。6月は6月で海から上がってくるやつと山から産卵で降りてくるやつと合流するんだよね。だから銀鮭も6月釣れれば赤いのも釣れるの。角の部分をああ、50センチぐらい切ったよ。テンションがかかってるし、まあ石とかなんかないから擦れるってことはないんだけども、安全策で。サクラマスだったらもっとあれ、交換するのが多くなるよ、頻度がさ。サクラマスほら石とか木とかのところを通すだから、今のところここは何もないから。あとはかかったとかバレたとかという時はもうそういうふうにしないと、テンションかかってっからもう弱くなってんだよね。黒部川なんてもう石の玉石の川だから、すぐあそこで20本ドライン使うんですよ。じゃないとやばい。で遠投しなくてもいいから、あそこはショートスパンでかかるし、太いラインだからといってかからないってことはないから、それだったら最初から太いラインでもう安全に確実に取った方がいい。ささくれだってすごいよあそこ、石と石の間通ってくるし、でミノーのリップなんてすぐ折れる。だからあそこ行く時はもうリップを修理する道具全部持ってくる。リューターから何からも、貝のリップからで、現場でもリップ夕方もう接着して。それは大体人によって違うと思うよ。304050センチぐらいかな。もうずっとやってこんくらい。であとその上触ってみてザラザラしてるんだったらもうさらにプラスして。上がりますか。さあ今日も打ちひしがれて帰りましょうまあ糸釣りはこういうもんですから。本当は10月一番いいかったんだけども、10月って9月10月いいかったんだけども、ほら9月まで猛暑だったでしょ。道内どこでもその9月釣れる魚は釣れないって、水温高くて、ここも10月18度だからね。18度だよ、ちょっと18度泳ぐねえよ忘れ物ないですか。伊藤だけですね、忘れ物はOK、はい。別にできないわけでもないよ。全然問題ない。こんな時もガンガン降ってっからね。
ければ最高、糸釣りの世界だろう。そうそう、あそこが本線だから、こっちまあ少しは濁ってんだけども、あっちよりは本線よりは濁ってないから、こっちで入ってくるんだよね。ちょっとあの濁りは尋常じゃないね。せいぜい昨日の色だったら最高なんだけどね。で結構上の方から濁ってっから、あれが取れるとなれば2日はかかるね。普段の今の時期、この11月だったらこの景色が普通これなんですよ。昨日までのあの雪景色はあれは異常、であれも影響してるんでね、でなおかつ夕べから今朝にかけてのこのね、警報級の低気圧発生してるんで、一番この気象というか環境に感じやすいのは自然界の動物なんで、まあ水の中にいる魚もそうなんで、だから来たからといっていい結果とか限らないんで、もともと糸釣りは釣れないものだと思って来てますから、それで釣れたら釣れたでいいんですけども、今の時期なんですよね。だからいつ良くなるか、来ていないと、そこに携わってないと分かんない、今いいからすぐ来いったって次の日行ったってほら本当にもうこう昨日まで良くて今日こうでしょ、こんな状況なんで、だからよっぽどずっともう1ヶ月も2ヶ月もここにいますよっつうんだったら、いいとは思うんだけども、なかなかそういう人は稀なんで、みんな仕事を持って仕事の合間で、時間作ってきてるんで、やっぱ準備だけは、準備だけはいつどんなのが来てもいいようなタックルじゃないとダメなんで、まあどうせ行ったって釣れないだろうってチャッチ道具でその時に限ってかかるんだよね、大きいのが。だからまあその辺はもう油断しないで、準備万端で来た方がいいですね。であと来る途中牧草地とかなんかあって人気があるんだけども、熊の世界ですからここは。だから熊対策もしないと、だからまあこれでもかつぐらいに保険はかけてきた方がいいですね。72だな。72。もう4日目はもう釣りにならない状態で、5日目最後なんですけども、
その中で濁ってないエリアを探し求めてきて、まあ釣れるとすればここだろうなと思って、今季は周りでも釣れてないんで、1ヶ月いても当たりすらない釣り人もいだったんで、まあ、5日間やって1本釣れたから、まあこれはこれで大きくはないんだけども小さくもない、まずまずの糸が釣れてよかったと思います。はい、いきますよ。釣れない状況の中で来てて、まあ、例えば次回来ました、その次回来ましたというこの釣れないでその1匹の価値観っていうのが非常に大きいんで、その釣れた時の喜びをみんな知ってるんで、だから釣れなくても来るわけ、わざわざ遠くからね。日本ではこのエリアとかしかいないんで、あと道東とかもちょろっといるんですけども、やっぱり伊東ったらこのなんつうの、寂しいモノトーンのモノクロの世界なんで、そこで釣りをするのがもう伊東釣り師の、それこそ憧れの地であるんで、釣れても釣れなくてもいずれ来てここで竿を振りたい、伊東釣り師はそうですよ。来たからじゃあ釣って帰るがって、まあそれ釣れればそれに越したことはないんだけど、釣れなくても来たいね、病気だから。だからその病気を治すために治すのが処方箋はここにある。そう、